皆さんこんばんは、ミクです。2024年ご挨拶が遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年一番最初の動画は、改めて私のことをもう一度皆さんに知っていただこうということで、質問コーナーをさせていただきたいと思います。インスタグラムで皆さんからいただいた質問をもとに答えていきたいと思います。では今回も前回の Q&A コーナー同様、彼と一緒に質問に答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。今年の目標は何ですか？挑戦したいことなど。そうですね、なんかね、今年は迷ってるんですよ。私これといった目標が全然見えてきてなくって、目標がないまま2024年スタート切ってしまってるんですけれども、去年はどんな1年だったの？去年は本当に旅をねコンテンツにするぞっていうので頑張ってきて、1年間ずっと旅とライフスタイルの動画、そしてブランドのことっていうのを3本軸で頑張ってきたんだけど、毎日毎日やらなければいけないことに追われすぎていて、今自分が何に向かって走っているのかっていうのがなんかちょっと分からなくなってしまったっていう時期でもありました。楽しかったんだけど、その反面そういう時期でもあった。で、一番最後の旅を終えて、ちょっとやりきったじゃないですけどちょっと抜け殻みたくなってしまって、今自分の中にまた今年新たにこうしたいっていうものがまだ見えてない状況です。だから今回ちょっとお正月のお休みを少し長めにいただいたんですけど、その時に自分が今どういう気持ちなのかとか、どうしていきたいのかっていうのを、彼と一緒にノートに書き出してみたんですよ。でその時にまた初心に帰ってワクワクしたいっていうのが私の中で一番求めているものだっていうのが分かったので、だから新しく自分がワクワクするものを見つけていく、そんな一年にしたい。それが目標です。昨年は月1の旅行が目標だったと思いますが、今年の YouTube は何を目標に活動されますか？それもさっきの話に、同じような話になってしまうんだけど、初心に帰るということで YouTube をもう始めて3年ぐらいになるんですけど、いろいろトライアンドエラーをして、こうすれば正解なんだろうなっていうのとかを見えるようになってきたんですよ。でそれが逆に自分の創作活動においてワクワクする気持ちっていうのを削いでしまった。なんていうんだろう、試行錯誤がさ、ちょっと簡単になっちゃったみたいな。そう、答えにたどり着くのがすごく早くなっちゃって、それって面白いのかなみたいな、簡単に言うとマンネリ化してしまった部分がある。悩んでます正直でよろしい？正直に言うと悩んでます。でも自分の中にちょっとこういう風な方向性にしたいなって思うものは一個できつつあるので、でもそれがまだ言語化できないから、皆さんちょっとずつ私が試行錯誤している姿を見て楽しんでいただきたいなと思います。バーンアウトではないんだけど、もう一回動画を作ることの楽しみ、こういう動画を作りたいとかっていうのをもう一回ね探す一年にしたいと思っています。はい、だからちょっと迷走するかもしれないんですけれども、それも一緒に楽しんでいただければいいなと思っていますまとまったから、わかんない。でもそういう一年もあっていいと思うんですよね。毎年毎年1月1日に今年はこれが目標だってあるとは限らないってやっぱ思う。ある年もあればない年もあって、それが人生今年は見つける年、準備する年にします。今年行く予定や行きたい国、そこでやりたいことなどあれば教えてください。今年行く予定の国はもうすでに一つだけ決まってて、すごく楽しみにしている場所で、ついにっていうよかったね。頑張ってきてよかった。私の子供の頃からのイマジネーションを育ててくれた場所に行けるっていう感じです。でこれから行きたいのは、去年から言ってるけどスイスに行きたい。そこで何をやりたいですかって？やっぱ自然をねしっかり目で見るっていうのをしたいですね。あとアクティビティをしたいです。最近知り毎回 YouTube を楽しみにしているのですが、一体何をされてる方なのですか？確かに確かに私のこと昔から知ってくださってる方もいれば、本当に数ヶ月前から知った方もいると思うから、改めてここで自己紹介じゃないですけど、やってることをねお伝えしたいと思うんですけど、
メインは YouTuber として活動しています。ライフスタイルの Vlog だったりとか旅の Vlog を投稿していて、あとはヒンクヌンクっていうライフスタイルブランドを立ち上げて、ブランドの商品開発から販売までしています。このですねキャンドルを2種、作ってもうすでに1年が経ってしまいました。本当に自分たちで一からやっている小さなブランドなので、商品が発売されるまですごく時間かかってしまうんですけれども、ゆっくり今それ進めているという形で、やっとですね今年の2月にレザーバッグを、作っていまして、それの受注が始まりますので、ぜひYouTube とかインスタチェックしておいてください。あとは私個人のインスタグラムを運営しているんですけれども、そのインスタグラムにサブスクリプションという機能があって、そこで小さなコミュニティを作って、フォロワーの皆さんとお友達みたいに毎月ライブしたりとか、最近買ってよかったよってものをすぐに共有したりとか、あとは日記の中身とかを公開しています。かなりオープンに私のことをさらけ出しています。その3つで今活動しています。2024年の手帳はどんなものを使いますか？2024年は MD ノートという手帳を使っています。マンスリーのページと本当に横線だけが引いてあるみたいなシンプルな手帳なんですけど、そこに、月の予定とあとは日記を書いています。こんな感じですね。びっしりと。それを公開してるの？そうだよ、すごいでしょ。でもこれが一番なんていうか私のリアルな素の気持ちだし、あとは日記に何を書いたらいいのかわからないとかっていう声がね結構多かったので、私はこういうこと書いてるよっていうのを共有しています。バレットジャーナルどんなこと書いてますか？今年から始めましたがスラスラ書けません。わかります私バレットジャーナル今年は正直やめました。自分に何かこれをしたいとかっていう目標みたいなのがない、モヤモヤしている時にバレットジャーナルやると書けないんですよね、何も。去年は書いてたの？去年はバレットジャーナル書いてて、でも本当に年間の目標、年間のゴールと週の、目標達成ゴールしか書いてなかったです。バレットジャーナルって本当に調べたらわかると思うんですけど、本当にいろんなその睡眠のトラッカーだったりとか本読んだ記録だったりとかいろんなものを自分で書けるんですけど、逆にいろんなものを書くことによって自分の気持ちが整理つかなくなったりとか、そもそも書くのがめんどくさくなっちゃったりとかっていうのが本当に一番良くないと思ってるから、あんまり気負いせずに、1年間の目標だけでもいいかとか月の目標だけでもいいかっていう風にやっていくのがいいかなと思いますし、私みたいに今何がしたいのかよくわからないとかモヤモヤしてる時はバレットジャーナルより日記を書いて毎日自分がどういう感情なのか、自分は今何に心が動いたのかっていうのを記録していくことの方が本当にやりたいことに近づけると思います。バレットジャーナルってそもそも何のために書くの？なんか自分の自己実現のためにこうなりたい自分に対して計画を立てていく。その夢を実現するために睡眠が大事だから睡眠をチェックしたりとか、健康的にいるために運動するから今日運動できたってチェックでしたりとか、要はちょっとそういうの作るの好きな人がすごく楽しくなるし、モチベーションが上がるっていう感じかな。だから時期によってバレットジャーナルがすごく合う時と合わない時があると思う。だから無理して毎年バレットジャーナルをやろうと思わなくていいかなと思います。海外にまた住む予定はありますか？もし住むならどの国がいいですか？いや今のところないんですけど、住むならフィンランドに夏の時期に数ヶ月だけ住みたい。すごく気持ちがいいからね。旅行を計画するときに使うアプリやサイトなどを教えてください。基本的にホテルの予約とかはエクスペディアを使うことが多いんですけど、レストランとかを予約するときとかはトリップアドバイザーを使うことが多いです。なんか意外とトリップアドバイザーの口コミが当たるじゃないけど、だいたい海外行ってレストラン探すときはトリップアドバイザーで開いて、そのローカル料理の項目開いてランキングの上から電話かけて間違いないよね。レストラン系はトリップアドバイザーがおすすめです。ミクさんなら新婚旅行どこに行きたいですか？新婚旅行今だったらアフリカに行きたい。アフリカすごい行きたいんですよ今。サファリツアーしたい。アフリカか。行きたくない？ちょっといや想像つかんな。なんか
なんか朝さ霧の中からキリンとか出てくるんだよ。本当出てこないや。出てくる歩いてるのとか見れるんだよ。まあでも行ってて楽しそうなのはまあ私フィンランドとかも結構おすすめですけどね。新婚旅行でね。男の人も女の人も楽しめるかなと思います。サウナとかね、男性好きじゃん。旅先で旦那さんと喧嘩や不穏な空気になることありますか？その時はどうしてますか？あるよね。全然いや僕が謝ってますね。全然嘘で謝ったことないじゃんいやなんかあるよね普通に喧嘩っていうか。いやあるよ、めちゃめちゃある。あるよね。まあ旅なんていろんなトラブルの詰め合わせみたいなもんだから、それでイライラしたりとか全然あるし、覚えてるのはなんか冬のフィンランドでサンタクロース村に行く電車の中でめっちゃ喧嘩して、なんでやったっけ？わかんない。寝台列車一言も喋らず朝まで行ったよね。見返してもらっても構わないんだけど、私がルームツアーしてんの、その寝台列車ので一瞬トイレの鏡に私の顔映るんだけど、すごい顔してるからでもそういう時はどうしてるかな。まあ動画撮ってるっていうのもあるけど、気づいたら終わってることは多くない？なんかそのロバニエミの時も外が雪降ってるのすごいと思ったらなんかもう忘れちゃった。絶景は確かにおおってなんかもう共有したくなるから。そうすごいねってなるから終わった。まあでもそんなもんですよ。一個言っときたいのは、俺がさたまに全然喋んない時とかあるわけ、それが喧嘩してるんじゃないかって思われてることがあるんだけど、俺去年1年間本当に扁桃炎に苦しんでて、扁桃炎がひどすぎて喋れないタイミングがちょいちょいあったりするから、そういう時が去年はありました。はい、まあいろいろね大変だったですけど、まあ楽しかったです。いい思い出もたくさんありました。最近のベストバイはありますか？最近のベストバイはやっぱあれじゃない、象印の加湿器。あれで私たちの健康は保たれた。確かにあれ着てマジで調子いいね。あとね、今年ねなんかねいいものいっぱい買った気がするよな。いや土鍋よかった。土鍋よかったね。あとね自転車はよかった。自転車ブロンプトンの折りたたみ自転車を購入したんですけど、もう全然生活が変わったわ。軽いし折りたためるから駐輪場いらずで自分の家のね玄関に置いとけるし、めっちゃいいよね。まああと美容で言うと、私最近はコスメデコルテのヘアセラムとラブクロムのお風呂の中で使う櫛を使ったら、海外の水でパッサパサになった髪が1回入れました。概要欄に全部貼っとくのでチェックしてみてください。婚約指輪と結婚指輪の詳細を教えてください。これもすごい質問多くて、婚約指輪は、知り合いのダイヤを、仕入れてる人がいて、その人にダイヤを手配してもらって、なんかティファニーのこのシンプルな形のやつがいいって言われてたから、その形っぽいやつでそのダイヤつけてくださいって言ってだからノーブランドだよね。ノーブランド。そう一応世界に一つだけみたいなことじゃん。ありがとうございます、はい、で結婚指輪はカルティエ、ゴールドが良くてつるんとしたシンプルなのが良かったのでカルティエで、私も彼もゴールドのものをつけています。お気に入りの本が知りたいです。私はミクさんの本に何度も背中を押してもらってます。ありがとうございます。最近のお気に入りになっちゃうんですけど、ちょっとおすすめは、私たちは人生に翻弄されるただの葉っぱなんかではないっていう金色夏夫さんの本がおすすめ。これはねちょっとなんかこう幸せについてとか考えたりとか、いろいろ小さなことに悩んだらこれ見たら大体解決すると思います。あと最近読んでるのは吉本バナナさんの新しい考えっていう日記エッセイです。私は基本日記エッセイしか読まないです。一番好きなディズニー映画は何ですか？ビアンカの大冒険、ゴールデンイーグルを救えが好きです見たことないかも。めちゃくちゃマイナーなんだけど、小さなネズミが頑張るとかそういう話が好き。最近改めて見返して感動したのはターザン。大人になって見てみてください。感動しますよ。毎日不安ばかりです。ミクさんのように毎日楽しく不安なことがあっても生き生きと過ごすにはまず何から始めたらいいでしょうか？今私も不安でいっぱいでやっていますけど、不安ってつきものだし、不安っていろんなものが重なったものの集合体みたいなものだから、一個めくったところでもう一個また不安があるみたいな感じだと思うんですけど、でも逆になんか不安とかそういうものがない人生って面白くないと思うんですよ。
だから不安っていうのは当たり前にあるものだっていうことを一旦念頭に置いといて、方法としては私が今実際にちょっと不安というかモヤモヤしてるからやっていることはやっぱり日記を書く。何でもいいんですよ。その日思ったことを書いて記録しておく。そして何ヶ月か経った後に昔の自分の日記読んでみたら、うわこんなこと悩んだんだみたいな、時間とともにちゃんと一個一個の不安を自分が解決していることに気づけるから、今の気持ちを記録して自分に見せてあげるってことは大事だなと思います。彼から結婚の話を出してくれるのに、私から話すとプレッシャーと言われます。その心理は？でどういう心理なの？確かに結婚する気はあるのかな、そういうこと言うとき。あるんじゃないの？人によると思うけど、あなただったらどういうスタンスでいられた方が、結婚に近づくの？結婚したいけど踏み出せないってさ、多分さ一般的によくあるのはさ、いや俺の給料がこれくらいいったらとかさ、出世したらとかさいうことをやっぱ思うわけ。でも結婚したいと思ってるみたいな。でもちょっとまだできないんだがやっぱあるわけよ。でやっぱね、女性の方からそれをうまく最終的に踏ん切りつかせるのはやっぱ調子に乗らせることやと思うね。わかる？さ、なんかやっぱ真面目なんよ。やっぱそういうことを考えるってことは。そうだよね。そう言って逆に言われるようなプレッシャーに感じるのも、例えばこれくらい給料上がったら結婚しようと思ってるんだ。でそれをねまだって言われると、ねあんたまだ給料上がってないみたいな苦しくなっちゃうんだ。だけどなんか、いや俺だって結婚したいけど自分が結婚するための条件をまだ満たせてないことを指摘されてる気がするわけ。結婚したいしたくないじゃなくて、したいけどその条件が整ってないことを指摘されてないんだけど指摘されてるように聞こえちゃう。すごい。だからいやでもあんたどうせ出世すっからみたいな。わかる？あんたは絶対もう仕事できる、絶対成功するって言われてたら、あそうかな、じゃあ、先に結婚しとでもさちょっと言葉あれかもしれないけど、なんかそういう風にあんたは絶対出世すんだからってもう言ってあげると、やっぱ男の人はやっぱ自信になるから、やったらっていうなんかちょっとひょんなきっかけでなんかじゃあもうこのタイミングかなみたいなだと思うよね。で多分結婚の話が出てくるってことはさ、結婚することは決めてるんよ彼の中でね。あとは自信をつける。自信をつけさせればいいんじゃないですかね。すごい。でもそうかも。なんかね、そうだけど結局さ、なんかもう勢いやん。でもその踏ん切りをつけれないのが男なわけよ。あんたはすごいって言ってもらったらやっぱちょっと違うかも。じゃやってみて。いいんじゃないでしょうか。やってみてくださいちょっと。はい。何のために生きてるのかをずっと考えています。ミクさんのお考えを聞いてみたいです。壮大。何のために生きてるのか考えながら死んでいくんじゃないかなって思うんですけど、それが人生なんじゃないかなって思うんですけど、なんかあんまり何のために生きる使命みたいなものとかを見つけて悟りみたいなのを開くと、なんかね人生楽しくないと思うんですよ。人生に波がなくなっちゃって、あとなんかそんなに自分一人間一人にそんな重い使命ってあんまないんじゃないかなって思うんだよね。いいかな、答えになってる不安よなこの回答は確かに不安よ。分かんない。私もまだ生まれて30年しか経ってないから。竹城剛さんは人生を全力で楽しむために生きてるって言ってた。でも私もそれ言われたら確かにって感じかも。でもそれだけじゃないかもって思いながら、あと何があるかなって見つけながら死んでいくんだと思います。動画を作成するにあたって大事にしていることは何ですか？ユーモアさを忘れないことと、あとは夢と希望があること。創作アイディアなどはどうやって出していますか？情報収集の仕方などを知りたいです。創作アイディアは私はディズニーが昔から大好きで、ディズニーの作品からインスピレーションを受けて今まで来てるっていうところがあるのと、情報収集でいうと、今私は YouTuber として活動してますけど、 YouTube 以外のところで得たものから動画のヒントをもらってます。テレビとか、映画とかバラエティ番組とか、そういうところから結構これ動画にしたら面白そうって思って引き抜いたりしてます。ウェディングフォトは撮りましたか？撮るとしたらどのようなイメージで撮りたいですか？ウェディングフォトはまだ撮っていないんですけど、今年撮りたいなとは思ってますが、まだ分かりません。でも撮るとしたらもう決まってるんだよね。白黒写真の大正時代の写真。
そう私たちは決めてるっていうか、なんか彼のこだわりで私もそれいいなと思ったのは、写真館でなんか本当に昔の自分のおじいちゃんおばあちゃんとかが撮ってた結婚写真みたいなやつを撮りたいっていう。でドレスはクラシカルな感じなやつを探しています。他人と比べてしまうことはありますか？他人と比べる、なんかいい意味での嫉妬することはあるかな。例えば自分がやってることのその先にいる人がいて、わあいいなみたいなっていうのはあるけど、歯食いしばりすぎて歯から血出るぐらいさ、なんかあいつ羨ましいみたいなあるやろ、ないかな。特定のなんかそんななんかうわポッて浮かばないけどね。でもそれを燃料にしますね。比べて落ち込むのではなくて、さっきみたいに悔しい私だってできるんだぞって言ってやるかも。あとはね、なんだろう、その人がすごく素敵な生活を送ってたりとか成功してると思っても、なんかよくよくちゃんとその人のことをしっかり見ていくと、ちょっと苦労とかがこぼれる時あるじゃん。なんかそれを見ると、私はそれは背負いきれないなみたいなって思ったりするから、別にそんなに羨ましいって思わなくなるかも。みんな大変、いいことと悪いことの量は一緒。いやもうさ、羨ましがられるポジションに行かないとそれ分かんないよね。ちょっと言葉が間違ってるかもしれないけど、例えば何かを手に入れた人、自分の生活とかにちょっと満足する瞬間ってさ、あった時になんか他の人に優しくできる。でも自分がめっちゃ苦しい時に、例えば YouTube でなんかとある YouTuber がすごい大成功したみたいな、悔しいでもさめっちゃ大変だと思うその人もさ。でもさそこ、大変だろうけどでも成功してんじゃんっていう気持ちから解放されるってさ、そのステージに足踏み入れないと分かんなくない？いやそうだね、確かに別に自分が成功してるわけではないけど、そうかもね。私はもうそこに行くっていうことしか解決できなかったかも。いや多分解決方法は多分そうなんだと思うよね。でも解決できない時にどう気持ちを保つかってことかな。だけど俺は5年で一発当てるとか、自分のスケジュールを入れとくことよね。それが人と比べなくなるの。だって自分の暦を作ってるわけやけどさ、俺この5年やからっていう、ちょっと使わなくてもいいんだけどさ、小学校の時に別に何でもない子だったんやけど、担任の先生がいや〇〇は28ぐらいで一番いいかもなみたいなことを言われたのを未だに覚えてたわけ。〇〇って自分のこと。そう自分のこと。その時は別に自分がすごくなりたいとかっていうことすら思ってなかったけど、なんか俺28なんだって勝手に思ってた。お守りだよね。そうだから俺28になったら多分俺はすごい男になってるんだって思えてた。だから小さい時になんか落ち込んだりしても、いやでも俺28やしなって思ってたでも私もそれで人と比べてしまうことに対しての打開策を今思い出したんだけど、私は子供の頃に姉とさ2人姉妹で、姉があまりにも明るくて陽気、太陽みたいだから家族の中でもスターみたいな感じだった。でそれでなんか比べられてたんですよと思ってるの、私はね。家族はそうじゃないって思うかもしれないけど、私はそう感じていたのね。でその時にいや私は違うところでいっぱい才能持ってんだぞって、そのなんかこう怒りみたいなので来てたかも。私には違うものがある。なんかさふつふつとさたぎる炎をさ子供の時からずっと宿して生きてるからさ、いや私は別のところで才能があるんだっていう言い聞かせる。そうおまじないみたいな。でなんかおまじない1個作るといいかもしれないね、自分の中で。そしたら乗り越えれることがあるかもしれない。永遠の課題だね。比べるのは比べるけね。もう最後です。嘘。将来のことってどのくらい先まで考えられていますか？人生の最終目標みたいなものはありますか？その今の自分の活動に対するなんとなく最終目標はあるんだけど、それはあんまり言わない方なんだろう。あんまりね言うもんじゃない。そういうのは言うものじゃないって思ってるから言わないんですけど、そういうのはあります。でも人生の最終目標は正直ないかもしれないです。今例えば何十年後にこうなりたいと思っていても、歩いている途中で絶対変わるし、そこまで目標を追い続けるかっていうとちょっと私には無理かなと思うから、本当に目先の目標をやっていくかな。ある？人生の最終目標。最終目標は
ないかな。なんかさ、そんなに真剣に生きなくてもいいんじゃないかなって思うんだよねいや、わかる。俺のね今年の目標は気楽に生きるの。でしょ。私もそうなの。ちょっとちょっとやっぱ張り詰めてたよ。なんかもう疲れちゃったそうだよね。このさパンデミックみたいなことがあってさ、人生がさ2018年とか19年ぐらいの時からさ、いろんな波に押し流されてさ、わあどうしようどうしようってさ手探りで頑張ってきてさ、でやっとちょっと落ち着いたかもなっていうのが2022年ぐらいで、2023年はその落ち着いた流れをずっと走ってきて、はぁってなってる人って私だけじゃない気がするんだよね。でも去年はもう本当に頑張った。だよね。人生で一番頑張ったと思う。私もそうなの。本当に頑張ったって自分に言えた年、いやよくやったよって感じだから、反動でこうなるのは当たり前と思ってるし、なんか今回その一番最初の動画を Q&A にしたのも、まあ今現状の私の思ってることを知ってもらいたいっていうのもあるし、自分の中で整理したいっていうのもあって、こうやって話すことでね、どうしたいかなみたいな。だから次の動画からはちょっとずつ自分のやりたいこととか自分がときめくものとか見つけるために、私がいろいろ興味があることにこう手を出していくと思うんだけど、なんかそういうのをねちょっと楽しんで見ていただければいいかなと思ってます。今年1年どうなるか分かりませんが、逆にどうなるか分からないっていうのを楽しんでいこうと思います。私が今年の12月に何をしてるのか自分でも楽しみ、自分が想像できなかったところに行ってるかもしれないから、それを楽しんでいこうと思います。だから皆さんも新年で自分がどうしたいのか分かんないとか悩んでる人とかもいるかもしれないんですけど、私と一緒に悩んで地道に見つけて楽しむ1年にしていきましょう。次回からは、普通の Vlog に戻りますので、また次の動画でお会いしましょう。ミックでした。ありがとうございましたいいかな。不安オブ不安不安よな。不安なまんまさ編集したらいいやお疲れ。